今日も一日、ご苦労様でした。このチャンネルは、あなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。ミステリーサスペンスの物語を聞きながら、心地よい眠りへと導かれます。この動画は、ミステリーサスペンス、オリジナルストーリーを5話お届けします。当チャンネル、眠りの語り部。では、あなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前に、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。迷宮に消えた財宝。1900年代初頭、イギリスの田舎に佇むブラックウッドマナー。その古びた館には、何世代にもわたり受け継がれてきた貴族の家宝があった。しかし、ある日突然、その貴重な財宝が消失するという事件が起こる。家族はショックを受け、急遽、名探偵、アーサー・ブラックウッドに依頼をすることに決めた。アーサーは、冷静沈着で論理的な思考力を持つ探偵だ。数多くの難事件を解決してきた彼は、フリーランスで探偵業を営んでいる。ブラックウッドマナーに到着したアーサーは、館の重厚な扉を叩くと、館の執事であるウィリアムが出迎えた。お待ちしておりました。どうぞお入りください。アーサーはウィリアムに案内され、館の居間へと通される。そこには館の主である、ロバート・ブラックウッド卿と、その家族が待っていた。ロバート卿は事件の経緯を簡潔に説明し、財宝が消失した日についての詳細を語った。家族の誰もがその出来事に動揺し、何が起こったのか理解できない様子だった。アーサーは家族の表情や仕草を観察しながら、話を聞いていた。彼は直感的に、この事件には単なる盗難以上の何かがあると感じた。館の歴史や財宝についての説明を受ける中で、彼の好奇心は次第に高まっていく。財宝が消えたのは不思議なことです。調査を始める前に、いくつか質問をさせていただきます。アーサーは冷静にそう言いながら、家族の一員一人一人に丁寧に質問をしていった。こうして、彼の調査が始まった。アーサー・ブラックウッドは、ブラックウッドマナーの隅々を調査することにした。館は広大で、古い家具や絵画が並ぶ重厚な内装が施されていた。彼は、まず館の使用人たちと話をすることに決めた。使用人たちは長年この館で働いており、館の隅々まで知り尽くしているはずだった。財宝が消えた日は何か異変はありませんでしたか？アーサーは、執事のウィリアムに尋ねた。ウィリアムは少し考えてから答えた。特に変わったことはございませんでした。いつも通りの日常でした。ただ、あの日はお客様がいらっしゃっていたので、少し慌ただしかったかもしれません。アーサーは、その、お客様に興味を持った。彼は、館の主であるロバート卿に会うために居間に向かった。ロバート卿は書斎で古い文書を整理していた。ロバート卿、あの日お客様がいらっしゃっていたそうですが、どなたでしたか？ロバート卿は少し驚いた表情を見せた。ああ、それは私の古い友人のカーネル・ハドソンです。彼は昔からの友人で、時々訪れては私たちと過ごしています。アーサーはその名前をメモし、さらに調査を進めることにした。彼は、館の古い文書や地図を調べる中で、興味深い発見をした。古い館の設計図には、地下に広がる迷宮の存在が示されていた。しかし、その入り口や構造についてはほとんど記載がなかった。これは、アーサーは地図を見つめながらつぶやいた。
どうやらこの館にはまだ隠された秘密があるようだ。彼はこの迷宮の存在を確認するために、館の地下へ向かうことを決意した。地下への階段は、館の北側にある一見普通の扉の向こうにあった。アーサーは階段を降り、薄暗い廊下を進んでいった。彼の前には、未知の迷宮への道が広がっていた。アーサー・ブラックウッドは、薄暗い地下迷宮の中へと足を踏み入れた。足元には古い石畳が続き、壁には古めかしい明かりがちらほらと灯っている。彼は静かに歩みを進め、周囲を観察しながら進んでいった。迷宮の内部は複雑で、幾重にも重なる通路が広がっていた。彼は迷宮の地図を頭に思い浮かべながら進んでいたが、その構造は予想以上に入り組んでいた。時折、壁に刻まれた古い印や、埃にまみれた古文書が彼の目に留まった。これらは一体何のために？アーサーは疑問を抱きながらも、手にした文書を読み解いていった。その内容は、館の歴史や家族の秘密に関するものだった。特に、ある文書には、家族の栄光とともに失われし財宝、と記されており、その隠し場所についての手がかりを示していた。迷宮の奥深くへ進むにつれ、アーサーはいくつかの異変に気づき始めた。ある通路の先には、最近使用された痕跡が残されていたのだ。誰かがここを通った。アーサーはその後を追うことにした。そして、ある部屋にたどり着く。その部屋は他の場所と違って、比較的新しい家具や装飾品で整えられていた。ここは、もしかして。アーサーは慎重に部屋を調べ始めた。その中で、彼は重要な証拠を見つけることになる。それは、一枚の古い地図と共に置かれた鍵だった。地図には、館の隠された部分への詳細な道筋が示されていた。これが真実への手がかりか。アーサーはその鍵を手に取り、再び迷宮の探索を続けることを決意した。迷宮の複雑な構造と暗闇に包まれながらも、アーサーは少しずつ真相に近づいていく。彼はこの迷宮が、家族の秘密を守るために存在していることを確信し始めていた。アーサー・ブラックウッドは、迷宮の奥深くへと進んでいた。彼の手には、先ほど見つけた地図と鍵が握られている。地図に示された道筋をたどりながら、彼は迷宮の秘密に迫る手がかりを探していた。通路は次第に狭くなり、壁には古びた絵画や彫刻が並んでいた。それらは、家族の歴史や栄光を物語るものであったが、同時にその背後に隠された暗い過去を示唆していた。アーサーは、壁に描かれた絵の中に見覚えのあるシンボルを見つけた。これは、アーサーはそのシンボルが、館の家族に伝わる紋章であることに気づいた。紋章は代々の家族の象徴であり、同時にその権力と秘密を示すものであった。彼はその紋章が、真実に近づくための重要な手がかりであると直感した。やがて、彼は地図に示された地点にたどり着いた。そこには、鉄製の大きな扉があり、古びた鍵穴が一つついていた。アーサーは迷わず、見つけた鍵を差し込んだ。これで、鍵を回すと、扉が重々しく開き、暗闇の向こうに広がる部屋が姿を現した。部屋の中には、豪華な装飾品とともに、消えた財宝が山積みにされていた。金塊、宝石、アンティークジュエリーが、きらびやかに輝いていた。しかし、それ以上にアーサーの目を引いたのは、一つの大きな書物だった。彼はその書物を手に取り、中を開いた。そこには、家族の暗い過去と隠された犯罪に関する詳細が記されていた。これは、家族が代々隠してきた真実。
アーサーは驚愕しながらも、その内容を確認していった。その時、背後から足音が聞こえた。振り返ると、そこには家族の一員が立っていた。彼は冷たい目でアーサーを見つめ、低い声で言った。探偵さん、そこまでだ。これ以上踏み込むことは許されない。アーサーは冷静に対処し、彼の出方を伺った。家族の一員が財宝を独占しようとしたこと、そして家族内の権力闘争が原因であることを悟る。アーサーは、家族内の闇を暴き出す決意を固めた。アーサー・ブラックウッドは、家族の一員と対峙していた。暗闇の中、彼の前には豪華な財宝と、それを取り囲む過去の秘密が広がっていた。アーサーは冷静に口を開いた。これが真実だ。財宝が消えたのは、あなたの計画によるものだったのですね。家族の一員は、しばしの沈黙の後、低く笑い始めた。そうだ。私はこの財宝を手に入れ、家族の中で最高の地位を得ようとした。それが私の計画だった。アーサーは、その言葉を静かに受け止めた。彼は、家族の一員が財宝を隠すために複雑な迷宮を利用し、他の家族を出し抜こうとしていたことを理解した。そして、その背景には、長年にわたる家族内の権力争いがあった。だが、それはもう終わりだ。アーサーはそう告げると、手にした書物を掲げた。この書物には、あなたたちが隠してきたすべてが記されている。家族の過去の罪も、その秘密も。家族の一員は、一瞬表情を曇らせたが、すぐに冷静さを取り戻した。それがどうした？今さら何をしようと。その時、他の家族たちが部屋に入ってきた。彼らはアーサーの手にした書物を見て、驚愕の表情を浮かべた。全員がその内容を確認すると、家族の長老であるロバート卿が静かに言った。これまでの過ちを認め、清算する時が来たようだ。家族はその言葉にうなずき、一つの決意を胸に抱いた。彼らは、過去の罪を受け入れ、新たなスタートを切ることを決意したのだ。財宝は元の場所に戻され、家族はその価値を改めて見直すことになった。アーサーは全てが終わった後、静かに館を後にした。彼は夜空を見上げながら、新たな冒険に思いを馳せた。この一件を通じて、彼は家族の暗い過去とそれに伴う複雑な感情を理解した。それは彼にとって、一つの学びでもあった。さて、次はどんな謎が待っているだろうか。アーサーは微笑みながら、次の目的地へと歩みを進めた。静かな夜の中、彼の足音だけが響いていた。失われた寺院とジャングルの秘密。1950年代、南米の密林に囲まれた秘境、失われた寺院。この場所は長年にわたり地元の伝説に包まれ、外界から隔絶された神秘の地であった。考古学者の一団がこの寺院を発見し、発掘を開始した。彼らは、古代文明の貴重な遺物を探し求めていた。発掘作業は順調に進んでいたが、ある日突然、問題が発生する。発掘された宝物が次々と姿を消し始めたのだ。金貨や装飾品が夜な夜な消えるという不可解な事態に、考古学者たちは動揺した。彼らは地元の伝説を思い出し、ジャングルの精霊が起こっているのではないかと恐れるようになった。その時、考古学者たちは一人のベテラン探偵、ディエゴ・アルバレスに助けを求めた。ディエゴは冷静沈着で、数々の難事件を解決してきた実績を持つ男だった。彼はすぐにジャングルの奥深くへと向かい、
発掘現場に到着した。ディエゴは到着するや否や、現場の状況を確認し始めた。考古学者たちは彼に事件の経緯を説明し、盗難が発生した日々の出来事を詳細に報告した。ディエゴは彼らの話を冷静に聞きながら、現場の状況を観察していた。この事件はただの盗難ではない。ディエゴは独り言を漏らし、現場の異常な状況に気づいた。宝物が消えたこと自体が異常であり、またその手口も非常に巧妙だった。彼は、この事件にはもっと深い何かが隠されていると感じ、捜査を開始する決意を固めた。こうして、ディエゴ・アルバレスのジャングルでの冒険が始まった。彼は真相を解明するため、寺院の秘密に迫り始める。ディエゴ・アルバレスは、失われた寺院の発掘現場に到着し、早速考古学者たちから話を聞くことにした。彼らは熱心に発掘を進めていたが、突然宝物が消え始めたことに困惑していた。ディエゴは彼らの言葉に耳を傾け、盗難が発生した日々の詳細をメモに取った。彼は、まずは寺院自体の調査を行うことにした。寺院は古代の石造りで、その内部には精巧な彫刻や壁画が描かれていた。ディエゴは寺院の構造を詳しく調べ、どのような仕掛けや通路が存在するのかを確認した。彼は、寺院の中に隠された秘密の通路や部屋が存在する可能性を考えた。また、宝物がどのように保管されていたのか、どのような手口で盗まれたのかを探るため、現場をくまなく調査した。発掘された宝物の中には、古代の金貨や精緻な装飾品が含まれていた。これらの宝物は非常に価値が高く、誰かがそれを狙って盗み出した可能性があった。ディエゴは、犯人がこれらの宝物にどれほどの価値を見出していたのかを推測した。彼は現場の足跡や道具の痕跡を注意深く調べ、犯人の手がかりをつかもうとした。さらに、ディエゴは地元の伝説についても調べ始めた。この寺院には、ジャングルの精霊が宿っているという古い言い伝えがあった。地元の人々は、この精霊が寺院を守っていると信じており、外部の者が寺院を侵すことを恐れていた。ディエゴは、これらの伝説が事件にどのように関わっているのかを探るため、考古学者たちや地元の人々との対話を続けた。ディエゴの調査は徐々に進展し、彼はこの事件が単なる盗難以上のものであると確信し始めた。彼は、犯人が地元の伝説や寺院の歴史を利用して何かを隠している可能性を考慮し、さらなる調査を進めることを決意した。ディエゴ・アルバレスは、失われた寺院をめぐる地元の伝説に深く興味を持ち始めた。考古学者たちが話す、ジャングルの精霊や呪われた遺跡の物語は、寺院とその周囲にまつわる不思議な出来事を説明するものだった。彼はこれらの伝説が事件の鍵を握っていると考え、調査を進めることにした。まず、ディエゴは地元の村を訪れ、年配の村人たちから話を聞いた。彼らは寺院についての古い言い伝えを知っており、精霊が宝物を守っているという信念を抱いていた。寺院は神聖な場所であり、外部の者が手を触れるべきではない。と村人たちは口を揃えて言った。ディエゴは、村人たちの言葉に耳を傾けながら、彼らの信仰心の深さを理解し始めた。さらに、彼は寺院の歴史を調べるために、発掘チームが集めた資料を精査した。そこには、かつてこの地を支配していた古代文明の記録が記されていた。その文明は高度な技術を持ち、独自の文化を築いていた。特に興味深かったのは、寺院に関する記述であり、
寺院が宗教的な儀式や祭りの中心であったことが明らかになった。ディエゴは、寺院の壁画や彫刻を詳しく調べ、その中に秘められたメッセージを解読しようと試みた。彼は、寺院が単なる宗教施設ではなく、重要な宝物を隠すための場所でもあったことを突き止めた。地元の伝説が語る、ジャングルの精霊とは、古代の守護者を象徴するものであり、宝物を守る存在として描かれていたのだ。調査を進める中で、ディエゴは考古学者たちの中にもこの伝説を信じる者がいることに気づいた。彼らは、宝物の消失が精霊の怒りによるものだと考え、恐れていた。しかし、ディエゴは冷静に考え、伝説が現実とどのように関わっているのかを理論的に解明しようとした。彼は、この伝説が犯人によって利用され、宝物の盗難が行われていると推測した。ディエゴは、地元のガイドや村人たちの中に犯人がいる可能性を考慮し、さらなる調査を決意した。ディエゴ・アルバレスは、寺院の発掘に関わる地元のガイドたちに目を向け始めた。彼らは密林を熟知し、考古学者たちを案内する重要な役割を担っていた。しかし、ディエゴは彼らの中に何か隠し事をしている者がいると感じていた。彼は、特に一人のガイドに注目した。そのガイドは、寺院の発掘が始まって以来、宝物の消失に関する情報を多く持っているようだった。ディエゴは、彼にさりげなく接触し、寺院や宝物について話を聞くことにした。ガイドは一見協力的だったが、ディエゴはその態度に違和感を覚えた。彼の話す内容には一貫性がなく、また何かを隠しているような素振りを見せた。ディエゴは、彼が何か重大な秘密を抱えていると直感した。ディエゴはさらに調査を進め、ガイドの行動を監視することにした。彼は、ガイドが夜遅くに発掘現場を離れ、ジャングルの奥へ向かっていることを突き止めた。ディエゴはその後をつけ、ガイドが隠し持っていた場所にたどり着いた。そこには、盗まれた宝物が一部隠されていた。ディエゴは、これが事件の核心に迫る手がかりであると確信した。その場でディエゴはガイドを問い詰め、真実を明らかにしようとした。ガイドは最初こそ否定したが、ディエゴの鋭い質問と冷静な態度に押され、ついに口を開いた。彼は、宝物を密かに盗み出し、自分の利益を得ようとしていたことを白状した。ガイドは、地元の伝説を利用して他の者たちを欺き、寺院の宝物を独占しようとしていたのだ。あなたが犯人だったのか。ディエゴは静かに言った。ガイドは動揺しつつも、ディエゴの前で全てを話した。彼は寺院の伝説を利用して、他の者たちが恐れを抱くよう仕向け、宝物を密かに持ち出していた。ディエゴはガイドを拘束し、彼を警察に引き渡すために準備を整えた。この事件の背後にあった陰謀が明らかになった今、ディエゴはさらなる手がかりを追って、次の行動に移ることを決意した。ディエゴ・アルバレスはガイドの計画を暴き、盗まれた宝物の大部分を回収することに成功した。事件の全容が明らかになり、ガイドはその場で逮捕された。彼の動機は、寺院に隠された財宝を独占し、自身の利益を得ることだった。彼は地元の伝説を巧みに利用し、他の考古学者たちを惑わしていたのだ。ディエゴは、発掘チームと共に寺院の再調査を行い、すべての宝物を元の場所に戻した。考古学者たちは、ガイドが犯した罪を重く受け止め、二度と同じ過ちが繰り返されないように努めることを誓った。彼らは遺跡の保存と保護のため、地元のコミュニティと協力することを決意した。
遺跡は地域の重要な文化遺産であり、今後も大切に守られるべきものであった。地元の村人たちは、今回の事件が解決したことで安堵した。彼らは、ディエゴの尽力に感謝し、彼を村の英雄として称賛した。村の長老たちは、今後は寺院を観光地として開放し、正当な形でその価値を共有することを提案した。考古学者たちもこの意見に賛同し、文化遺産の保護と観光の両立を目指すことにした。ディエゴは事件の終結を見届け、再び密林の奥深くへと足を踏み入れることにした。彼にはまだ解明されていない謎が多く残されており、新たな冒険が彼を待っていた。彼は密林の中で静かに佇み、遥か彼方に広がる未知の領域に思いを馳せた。次はどこに向かうべきか。ディエゴは微笑みながら、自らの決意を新たにした。彼の旅は続く。新たな謎と冒険が彼を待ち受けている。ディエゴ・アルバレスは、自らの探求心と正義感を胸に、再び冒険の旅に出発した。彼の足音が静かな夜の密林に響き渡り、やがて消えていった。オーストラリアの砂漠と消えた鉱山。1930年代、オーストラリアの広大な砂漠地帯に位置する小さな鉱山町。かつてこの地は、豊富な鉱脈により繁栄を極めていたが、鉱石の枯渇とともに人々は町を去り、今や廃墟と化していた。しかし、最近になって新たな鉱脈が発見され、町は再び活気を取り戻し始めた。砂漠の過酷な環境にもかかわらず、再び富と希望を求めて人々が集まってきたのだ。この鉱山の所有者は、名高い富豪、エヴァンス氏であった。彼はこの鉱山町の再興に情熱を注ぎ、町を再び繁栄させるために多くの投資を行っていた。しかし、ある日突然、エヴァンス氏は消息を絶った。彼の失踪は瞬く間に広まり、鉱山の権利をめぐる争いが激化した。地元の人々は彼の安否を心配し、彼の行方を探し求めるようになった。そんな中、名探偵ハンナ・モーガンが事件の捜査を依頼されることとなった。ハンナは冷静で鋭い洞察力を持つ女性探偵であり、数々の難事件を解決してきた実績があった。彼女はエヴァンス氏の失踪に関する調査を開始するため、砂漠の奥深くへと足を踏み入れた。ハンナは、エヴァンス氏が単なる事故や誘拐ではなく、自らの意志で姿を消した可能性を疑っていた。ハンナはまず、エヴァンス氏の最後の足取りを追うことにした。彼の事務所や自宅を調べ、彼が残した手がかりを探した。しかし、そこには彼の失踪を示すような明確な証拠は見当たらなかった。ハンナは次に、鉱山の内部を調査することを決意した。彼女は、この事件の背後に隠された何かがあると感じ、捜査を続けることにした。ハンナ・モーガンはエヴァンス氏の失踪について、鉱山自体に何か手がかりがあると考え、砂漠の中にある鉱山へと向かった。広大な砂漠の真ん中にポツンと存在する鉱山町は、再発見された鉱脈のおかげで活気を取り戻しつつあった。だが、町には未だにかつての映画の名残と、未だ見ぬ未来への不安が混在していた。ハンナはまず、鉱山の作業員たちに話を聞くことにした。彼らはエヴァンス氏を尊敬し、彼が再び鉱山を復活させようと努力していたことを知っていた。しかし、彼の突然の失踪については誰もが驚きと疑念を抱いていた。作業員たちの中には、
エヴァンス氏が新たな鉱脈について秘密を守るために姿を消したのではないかという噂も流れていた。ハンナは鉱山の内部を詳しく調査することにした。鉱山は複雑なトンネルと坑道で構成されており、その内部には多くの秘密が隠されている可能性があった。彼女は特に、エヴァンス氏がよく訪れていたという地下の奥深くの場所に注目した。その場所は、特別な鉱石が見つかる可能性が高いとされていた。ハンナは懐中電灯を手に、暗い坑道を進んでいった。途中、壁には古い鉱石の標本や採掘記録が並べられていた。彼女はそれらを調べる中で、エヴァンス氏が発見したとされる新しい鉱脈についての手がかりを見つけた。その鉱脈は、非常に貴重な鉱石を含んでいるとされており、彼の失踪に何らかの関係があると考えられた。さらに調査を進めるうちに、ハンナは鉱山の内部に異常な構造を発見した。それはまるで、外部からの侵入を防ぐための防御システムのようだった。彼女はこの構造がエヴァンス氏の失踪と何らかの関連があると考え、さらに深く掘り下げる決意を固めた。ハンナ・モーガンは鉱山の内部調査を進める中で、さらに興味深い発見をした。彼女は鉱山の奥深くに入り込み、まるで迷宮のように入り組んだ坑道を慎重に進んでいった。この鉱山にはいくつもの未開のエリアがあり、特にエヴァンス氏が頻繁に訪れていたとされる、消えた鉱山と呼ばれる場所があった。消えた鉱山とは、かつて鉱石が枯渇し、人々が去っていった際に閉鎖された場所であった。しかし、最近の調査で新たな鉱脈が発見されたという情報があり、エヴァンス氏もそこに興味を持っていた。ハンナはその場所が彼の失踪と関係があると考え、慎重に探索を続けた。坑道の中には古びた機械や道具が放置されており、かつての繁栄を物語っていた。彼女はその中で、最近になって使われた形跡がある道具を発見した。それは、新たな鉱脈を掘り当てるために使われたもののようだった。ハンナはその場所でさらに調査を進め、彼女の直感が正しいことを確認する手がかりを見つけた。さらに深く進むと、ハンナは奇妙な石の扉を発見した。その扉には、古い鉱山地図に記されていない坑道への入り口が隠されていた。彼女はその扉を慎重に開け、中に入った。そこには、新たな鉱脈が広がっており、その中心には、エヴァンス氏の名前が記された鉱石のサンプルが置かれていた。ハンナはそのサンプルを手に取り、事件の背後に何か大きな陰謀が隠されていることを確信した。彼女は、エヴァンス氏がこの場所で何かを隠していた可能性を考え、さらに調査を進めることにした。この新たな鉱脈の存在が、彼の失踪の鍵を握っていることは明らかだった。ハンナは鉱山の奥深くで見つけた手がかりをもとに、エヴァンス氏の行方を追い続ける決意を固めた。彼女は、この事件の真相を明らかにするため、さらなる探索を進める必要があることを理解した。ハンナ・モーガンは、消えた鉱山で発見した手がかりをもとに、エヴァンス氏の行方を追い続けた。彼の名が記された鉱石のサンプルは、彼がまだ生きている可能性を示唆していた。ハンナは新たな鉱脈の発見が、彼の失踪にどのように関わっているのかを解明するため、さらなる調査を進めた。その中で、彼女はエヴァンス氏の事業パートナーや鉱山の株主たちが、彼の失踪に深く関わっている可能性に気づいた。新たな鉱脈が発見されたことで、鉱山の権利をめぐる争いが激化していた。特にエヴァンス氏が持つ鉱山の権利は非常に貴重であり、彼の失踪により一部の人物が利益を得る状況が生まれていた。ハンナはこれらの人物がエヴァンス氏に圧力をかけ、
彼を排除しようとしたのではないかと疑い始めた。ハンナは彼の行動を追跡するために彼の個人的なメモや手紙を調べることにした。彼女はエヴァンス氏が過去に書いた手紙の中に彼が秘密の調査を行っていた痕跡を発見した。その内容は鉱山の新たな鉱脈に関する詳細な情報や権利を守るための対策について言及していた。さらに彼は自らの命を守るために一時的に姿を消す計画を立てていたことが分かった。ハンナはエヴァンス氏が自らの失踪を偽装し、敵対する企業や株主たちから身を隠すために行動していたことを悟った。彼は新たな鉱脈を守るために、自らの存在を消すことで鉱山を守ろうとしていたのだ。彼の目的は、鉱山の利益を独占することではなく、地元のコミュニティと共に鉱山を再興させることにあった。ハンナは彼が隠れている可能性のある場所を絞り込み、鉱山のさらに奥深くにある秘密の部屋を発見した。彼女は慎重にその部屋に入り、そこでついにエヴァンス氏を発見した。彼はハンナに対し、すべての計画が順調に進んでいることを語った。すべては計画通りだったのか。ハンナはつぶやいた。彼は、鉱山の未来を守るための決断であったことを説明し、真実を明かした。ハンナは彼の言葉を聞き、事件の全貌を理解した。ハンナ・モーガンは秘密の部屋でエヴァンス氏と対峙し、すべての真実を知ることとなった。エヴァンス氏は、鉱山の未来を守るために、自らの失踪を偽装し、敵対する企業や権利を狙う者たちから身を隠していたのだ。彼は新たな鉱脈の存在を確認するため、秘密裏に調査を進め、地元のコミュニティと共に鉱山を再興させる計画を立てていた。その目的は、鉱山の利益を独占することではなく、町全体の繁栄を取り戻すことであった。エヴァンス氏の告白を受けたハンナは、この計画が単なる自己利益のためではないことを理解した。彼は鉱山の利益を町の復興につなげ、地元の人々と共に新たな未来を築くことを望んでいたのだ。ハンナは彼の計画を尊重し、彼が公の場に再び姿を現す手助けをすることに決めた。数日後、エヴァンス氏は正式に公の場に姿を現し、彼の失踪の理由と新たな鉱脈の発見を発表した。彼は町の人々と共に鉱山の権利を共有し、利益を再分配することを約束した。この発表は、鉱山町にとって希望の光となり、人々は彼の真摯な姿勢を称えた。エヴァンス氏は鉱山を再び開き、町全体を再生させる計画を実行に移し始めた。ハンナは事件の解決を見届け、彼女自身の冒険を再び求めて、砂漠の広がる大地を歩き始めた。彼女は新たな謎を求めて、旅を続ける決意を新たにし、広大な砂漠の中で新たな出会いや冒険が待っていることを感じていた。彼女の冷静な判断と鋭い洞察力は、またしても真実を明らかにし、多くの人々に安らぎをもたらした。町の人々はエヴァンス氏の計画に期待を寄せ、彼のビジョンを実現するために協力し合うことを誓った。鉱山町は再び賑わいを取り戻し、新たな時代が幕を開けた。ハンナは、遠くに見える砂漠の地平線を見つめながら、次なる冒険への期待に胸を膨らませた。彼女の足音が静かな砂漠の風に混じり、やがてその姿は砂の中に消えていった。開拓地の幽霊町と消えたゴールド。1850年代、アメリカ西部の開拓時代、
ゴールドラッシュに湧く小さな町グリーンウッドは、金鉱の発見によって一攫千金を夢見る人々で賑わっていた。この町には多くの人々が集まり、賑やかな雰囲気に包まれていた。町の銀行は、金の取引が盛んに行われる場所であり、町の財政の中心でもあった。しかし、ある日突然、町の銀行から大量の金が消失し、同時に銀行家のジョン・ハドソンも姿を消すという事件が発生する。この事件は町中に大きな衝撃を与えた。金の消失とともに、町の経済は一瞬にして崩壊の危機に瀕し、住民たちは不安と混乱に包まれた。ジョン・ハドソンは、町の繁栄を支えてきた重要人物であり、彼の失踪は住民たちにとって大きな衝撃であった。彼が金を持ち逃げしたのか、それとも何者かに誘拐されたのか、誰もがその行方を気にしていた。この事件の解決を依頼されたのは、伝説的な探偵、サミュエル・グリフィンだった。彼はその名を西部中に轟かせる名探偵であり、数々の難事件を解決してきた実績を持つ。サミュエルはすぐに町に到着し、事件の調査を開始した。彼はまず、銀行の内部を詳しく調べ、金が消失した経緯を探ることにした。銀行の調査を進める中で、サミュエルはジョン・ハドソンの足取りを追うことにした。彼の行動に不自然な点がないか、また彼が誰と接触していたかを調べるために、目撃証言を集めた。しかし、事件当日の目撃情報はほとんどなく、サミュエルは困惑した。それでもサミュエルは諦めず、ジョンの過去や彼が抱えていた問題についても調査を進めることにした。彼はジョンの家族や友人、そして銀行の同僚たちに話を聞き、事件の手がかりを集めた。彼の冷静な観察力と洞察力が、この事件の真相を解明する鍵となるのは間違いなかった。サミュエル・グリフィンは、銀行の内部調査を終えた後、町の外れにある荒野に目を向けた。グリーンウッド周辺の荒野は広大で、金鉱山が点在していた。ゴールドラッシュの波に乗って、多くの人々がこの地に集まり、いくつかの鉱山が開発されていた。サミュエルは、ジョン・ハドソンがこの荒野のどこかに隠れた可能性があると考えた。まず、サミュエルはジョンの家族や友人から話を聞いた。彼の家族はジョンが急に失踪したことに動揺しており、彼の行方を心配していた。友人たちも彼が何も言わずに姿を消したことに驚きを隠せなかった。サミュエルは、彼らの証言からジョンの心境や行動の変化を探ろうとした。その中で、サミュエルはジョンが最近、町外れの古い鉱山について調べていたという情報を得た。この鉱山はかつて多くの金を産出したが、現在は閉鎖され、忘れ去られていた場所だった。サミュエルはその情報に興味を持ち、鉱山を訪れることにした。サミュエルが鉱山に到着すると、そこは廃墟と化していた。古びた木の建物や錆びついた採掘道具が散乱しており、かつての賑わいを物語っていた。彼は慎重に鉱山内部を調査し、何か手がかりが残されていないかを探した。その中で、彼は古い地図を発見した。その地図には、鉱山内の詳細な構造が描かれており、いくつかの隠された通路が記されていた。サミュエルは地図を手に、鉱山の奥深くへと進んだ。彼はその道中で、かすかな足跡や物音に注意を払いながら慎重に進んだ。鉱山の奥に進むにつれて、彼は異常な寒気と静けさを感じた。それはまるで、誰かがこの場所を見張っているかのような感覚だった。やがて、サミュエルは鉱山の奥に隠された秘密の部屋を発見した。その部屋には古い帳簿や書類が散乱しており、
何か重要なものが隠されているようだった。彼はその中から、ジョン・ハドソンが残したと思われる書き置きを見つけた。書き置きには、彼の失踪の理由と彼が抱えていた深い悩みが記されていた。サミュエル・グリフィンは、秘密の部屋で見つけたジョン・ハドソンの書き置きを手に取った。そこには彼の失踪に至る経緯と、彼が抱えていた苦悩が詳細に記されていた。ジョンは町の繁栄と自身の責任に深い思いを抱いており、それが彼の行動に大きく影響していたことが分かった。書き置きには、ジョンが町の将来を憂慮していたことが綴られていた。彼は町の住民たちが金鉱に依存しすぎていることを危惧していた。ゴールドラッシュの収束とともに、町が衰退する可能性があることを理解していた彼は、住民たちが新たな経済基盤を築くための時間を稼ごうとしていたのだ。そのために、彼は銀行の金を一時的に隠し、住民たちが自立して生きていけるようにする計画を立てていた。すべては町の未来のためだったのか。サミュエルは書き置きを読みながらつぶやいた。ジョンは町を救うための策として、金を隠して住民たちの意識を変えることを望んでいた。しかし、その計画は予期せぬトラブルによって頓挫した。ジョンは金を隠した後、何者かに追われるようになり、最終的に姿を消さざるを得なくなったのだ。サミュエルは、ジョンの書き置きから彼の行動の意図を理解した。彼は単なる犯罪者ではなく、町の未来を売り、自らの信念に基づいて行動していた。しかし、その行動が誤解を生み、彼自身も危険にさらされる結果となった。サミュエルはさらに調査を進め、ジョンがどこに姿を消したのかを突き止めようとした。彼は書き置きに書かれていた手がかりをもとに、ジョンが最後に目撃された場所を調べることにした。その場所は、町の外れにある荒野の奥深くに位置する古い鉱山の近くであった。彼はその鉱山へと向かい、ジョンの行方を追った。その鉱山は、かつて多くの金を産出した場所であり、今もなお多くの人々の記憶に残っている場所であった。サミュエルはジョンがこの場所に何らかの目的を持って向かったと確信し、その足跡をたどることにした。サミュエル・グリフィンは、ジョン・ハドソンの書き置きから得た情報をもとに、彼の行方を追った。彼はジョンが最後に目撃された場所である古い鉱山へと足を運んだ。その鉱山は荒れ果てていたが、かつての賑わいを思わせる痕跡が残されていた。鉱山の入り口には、錆びついた扉があり、周囲には朽ちた木材と古びた採掘機材が散乱していた。サミュエルは慎重に中へ進んだ。彼はかすかな足跡を見つけ、それがジョンのものである可能性が高いと判断した。彼はその足跡を追いながら、鉱山の奥深くへと進んでいった。鉱山の内部は暗く、冷たい空気が漂っていた。サミュエルは懐中電灯を片手に、足元を確かめながら進んだ。やがて、彼は鉱山の奥に隠された小さな空間を見つけた。その空間には、金の延べ棒や銀貨が山積みにされており、これが銀行から消失した金であることは明白だった。彼はその場で全ての金を確認し、それが完全に保管されていることを確認した。さらに、サミュエルはその空間の隅にジョン・ハドソンの姿を見つけた。彼は疲れ切った様子で座り込んでおり、サミュエルの到着に驚いた様子を見せた。ジョンは彼に対して、すべての計画が順調に進んでいると思っていたが、予期せぬ事態に見舞われてしまったことを語った。ジョンは、金を隠すことで町の住民たちが一時的にでも金に頼らずに生活することを目指していた。彼はそれを通じて、住民たちが新たな産業や経済基盤を築くための時間を稼ごうとしていたのだ。しかし、彼の計画は何者かに知られ、
追われる身となってしまった。彼は自らの安全を守るためにこの場所に身を隠し、事態の収束を待っていた。サミュエルはジョンの話を聞き、彼が町のために行動していたことを理解した。彼の行動が誤解を生んでしまったものの、その意図は決して悪意のあるものではなかった。サミュエルはジョンを保護し、彼の計画を住民たちに伝えることを約束した。ジョンの計画が明るみに出た今、サミュエルは町に戻り、すべてを住民たちに伝える準備を始めた。サミュエル・グリフィンはジョン・ハドソンの意図を理解し、彼の計画を住民たちに伝えるため、グリーンウッドの町へ戻った。町は依然として混乱状態にあり、住民たちはジョンの失踪と金の消失について不安を抱えていた。サミュエルはすべての真相を明らかにするため、町の広場に住民たちを集め、事件の全貌を語った。彼はジョンが銀行の金を隠した理由と、その背景にある彼の深い思いを説明した。ジョンは金鉱に依存しすぎている町の未来を売り、住民たちが新たな経済基盤を築くための時間を稼ごうとしていたことを伝えた。彼は町の繁栄を維持し、住民たちが自立して生きていけるようにするために、自らを犠牲にする覚悟で行動していたのだ。ジョンは我々のために計画を立て、行動したのです。サミュエルはそう締めくくった。住民たちは彼の言葉を聞いて沈黙し、その後徐々にジョンの意図を理解し始めた。彼らは彼が悪意を持って金を隠したのではなく、町の未来を守るために最善を尽くしていたことを認識した。サミュエルはジョンの計画に基づき、隠されていた金を町に返還する手続きを進めた。金は再び町の銀行に戻され、町の経済は安定を取り戻した。また、ジョンが考えていた新たな産業の計画が町の議題に上がり、住民たちは彼の意思を継いで町の再建に尽力することを誓った。ジョン・ハドソンは、住民たちから感謝と称賛を受けたが、彼自身は静かに町を去ることを選んだ。彼は自らの行動が引き起こした混乱に対して責任を感じており、町の復興を見守る立場に止まることを決意した。サミュエルはジョンには彼を告げ、新たな冒険へと旅立つことにした。町は徐々に活気を取り戻し、新たな産業が発展し始めた。住民たちは団結し、ジョンが残した計画を実行に移し、未来を切り開くために努力を続けた。町は再び繁栄を迎え、過去の混乱を乗り越えたことで、より強くなった。サミュエル・グリフィンは、砂ぼこり舞う西部の荒野を歩きながら、新たな謎と冒険に胸を躍らせていた。彼の背中には、解決した事件の重みと新たな挑戦への期待が詰まっていた。そして、彼の姿はやがて地平線の彼方へと消えていった。消えた巻物と平安京の秘密。平安時代の日本。雅やかな都。平安京は貴族や商人たちが行き交う賑やかな場所であった。その中でも有名な豪商、藤原家は長い歴史と多くの財を誇っていた。藤原家には代々受け継がれてきた重要な巻物があり、それには貴重な家系図や土地の権利書が含まれていた。これらの巻物は藤原家の繁栄を支える重要なものであり、家族全員にとって非常に大切な存在だった。しかし、ある日突然、その巻物が盗まれるという事件が発生した。巻物が保管されていた部屋は厳重に管理されていたにもかかわらず、何者かが巧妙に侵入し、巻物を持ち去ったのだ。この事件は藤原家に大きな混乱をもたらした。巻物の消失は家の権威と未来に直結しており、
一刻も早く取り戻さなければならなかった。藤原家は直ちに名高い引用し、源義経に捜査を依頼した。義経はその卓越した洞察力と引用術の力で多くの難事件を解決してきた名探偵であり、平安京中でその名を知られていた。彼は迅速に藤原家に赴き、事件の詳細を聞いた。義経は冷静な表情で話を聞き、細かな点まで見逃さずに観察していた。義経はまず、巻物が盗まれた部屋の状況を確認した。彼は部屋の隅々を注意深く調べ、何か手がかりが残されていないかを探した。彼は巻物の所在を突き止めるため、藤原家の人々と話をし、彼らの行動や言動に不審な点がないかを探った。また、義経は巻物の内容にも注目した。家系図や土地の権利書が含まれていることから、巻物は非常に重要なものであり、他の貴族や商人にとっても価値があるものであった。彼はこの事件が単なる盗難ではなく、何らかの陰謀が絡んでいる可能性があると感じた。こうして、源義経は巻物の行方を追う捜査を開始した。彼は平安京の迷路のような街並みと複雑な人間関係をたどりながら、真実に迫ることを決意した。源義経は巻物の行方を追うため、平安京の人々から情報を集めることにした。彼はまず、藤原家の周辺で巻物の盗難を目撃した者がいないか探し始めた。しかし、事件当夜に特別な動きを目撃したという証言はほとんど得られなかった。それでも義経は諦めず、事件の背後に隠された真実を探る決意を新たにした。義経は藤原家の使用人や近隣の住人に事情を聞き始めた。彼は彼らの証言を注意深く聞き、彼らが何か隠している様子がないかを観察した。その中で、彼は使用人の一人が事件当夜に不審な動きをしていたという情報を得た。その使用人は、通常の業務とは異なる時間に行動していたと証言されていた。この情報をもとに、義経はその使用人に話を聞くことにした。使用人は最初は落ち着いていたが、義経の質問に対して次第に緊張を見せ始めた。彼は事件当夜に何をしていたのかについて具体的な説明を避けようとしていた。義経はその様子を見逃さず、さらに詳しく話を聞くことにした。義経は使用人の動機についても調べることにした。彼は使用人が藤原家に対して何か不満を抱いていたのではないかと考えた。使用人の過去を調べる中で、彼がかつての主に対して恨みを抱いていたことが判明した。彼は藤原家に仕えることになった際、期待していた昇進や報酬が得られず、不満を募らせていた。この情報を得た義経は、使用人が巻物の盗難に関与している可能性が高いと判断した。彼はさらに調査を進め、使用人がどこに巻物を隠しているのかを突き止めるために動いた。彼はまた、他の貴族や商人たちがこの事件に関与している可能性も考え、平安京の権力者たちにも注意を払った。義経は捜査の過程で、巻物が単なる権力争いの道具として利用されている可能性があることに気づき始めた。彼は使用人と対峙し、事件の全貌を明らかにするためにさらなる情報収集を進めた。義経の冷静な洞察力と巧みな話術が、この事件の真相を暴く鍵となることは間違いなかった。源義経は、使用人が藤原家に対して不満を抱いていたことを突き止めた。彼の動機は、昇進や報酬が期待通りに得られなかったことへの不満であった。義経は使用人が巻物の盗難に関与している可能性が高いと判断し、彼を厳しく問い詰めた。使用人は最初は否定していたが、次第にその態度が崩れ始め、真相を明かすこととなった。使用人は巻物を盗んだ理由について語り始めた。
彼は藤原家に対する不満から、巻物を利用して自らの地位を上げる計画を立てていたのだ。使用人は、巻物に含まれる土地の権利書を他の貴族や商人に売り渡すことで、財産を得て影響力を拡大しようとしていた。彼はこの計画を実行に移すために、巻物を盗み出し、密かに隠していた。義助は使用人の計画の全貌を聞き出すと、次に巻物の隠し場所について尋ねた。使用人は、巻物を平安京の外れにある古い寺院に隠したと告白した。その寺院は廃墟となっており、人目につかない場所だった。使用人はそこに巻物を隠し、計画が成功するまで待つつもりだった。義助はすぐにその寺院に向かうことを決意した。彼は使用人の案内を受け、廃墟と化した寺院にたどり着いた。寺院の中は荒れ果てており、長い年月の間に放置されていたことがうかがえた。彼は寺院の奥深くへと進み、使用人が示した場所に隠された巻物を発見した。巻物を手にした義助は、藤原家に戻り、事件の真相を明らかにする準備を整えた。彼は巻物を無事に取り戻したことで、藤原家の人々に安堵の表情が広がるのを見た。しかし、義助はまだ使用人の計画が完全に終わっていないことを感じていた。彼は使用人が一人でこの計画を実行しようとしていたのか、あるいは他の誰かが背後にいるのかを探る必要があった。義助は使用人をさらに追求し、事件の背後に隠された真実を明らかにしようとした。彼の冷静な洞察力と忍耐強さが、この事件の全貌を暴くための鍵となった。源義助は、巻物を無事に取り戻した後、使用人をさらに追求した。彼の冷静な視線に使用人は動揺し始め、事件の背後に何かが隠されていることを感じ取った。義助はその直感を頼りに、さらに深く探りを入れることにした。使用人は最初、計画のすべてが自分一人の仕業であると主張していた。しかし、義助は彼の話の矛盾を突き、計画の詳細を再度尋ねた。次第に使用人は冷や汗をかき始め、彼の言葉には自信が失われていった。ついに彼は、藤原家以外の貴族や商人たちがこの計画に関与していることを明かした。使用人は、ある有力な貴族がこの計画の背後にいると告白した。その貴族は、巻物に含まれる土地の権利書に興味を持ち、巻物を手に入れることで自らの領地を拡大しようとしていた。使用人はその貴族に巻物を売り渡すことで、地位と財産を得る計画を立てていたのだ。しかし、義助が事件を調査し始めたことで計画は頓挫し、使用人は焦っていた。義助はその貴族の名を聞き、平安京の行為にある彼の行動に驚いた。その貴族は表向きは名門の一族であり、社会的地位も高かった。しかし、義助は彼の裏の顔を知り、彼が巻物の盗難を通じて何を企んでいたのかを理解した。使用人の供述をもとに、義助は貴族の屋敷へと向かった。彼は屋敷の入り口で待ち受けていた貴族と対峙し、巻物に関する一連の事件について問い詰めた。貴族は最初、何も知らないふりをしていたが、義助の圧力に耐えきれず、最終的に計画を認めることとなった。これが、すべての真実か。義助は冷静に問いかけた。貴族は彼の問いに答えることができず、沈黙が流れた。彼の行動が明るみに出ることで、藤原家への敵対行為が露呈し、彼の名声は失墜することが避けられなかった。義助は巻物を無事に藤原家に戻し、事件を解決することに成功した。彼はこの一連の事件の真相を明らかにし、藤原家の家系図や土地の権利書を守り抜いた。藤原家は義助の働きに感謝し、
巻物の重要性を再認識することとなった。源義経は、貴族の屋敷での退治を終え、事件の全貌を明らかにした。貴族が巻物を奪い、権力を拡大しようとしていたことが発覚し、彼の名声は一気に失墜した。使用人もまた、その計画に加担したことで罪に問われることとなった。義経は冷静な洞察力と緻密な捜査で事件を解決し、平安京の人々に再び平穏をもたらした。巻物は無事に藤原家に戻り、家族はその重要性を改めて認識した。巻物に記された家系図と土地の権利書は、藤原家の繁栄を支える重要な証拠であった。事件を通じて、藤原家の絆は一層深まり、家族は一丸となって未来を見据えることを誓った。事件が解決した後、義経は藤原家を訪れ、巻物の安全を確認した。彼は藤原家の主から感謝の言葉を受け、彼の冷静な判断と行動力に対する評価を受けた。藤原家の人々は、巻物を大切に保管し、今後も家族の歴史と財産を守り続けることを決意した。夜の平安京。静けさが街を包み、灯籠の明かりが優しく輝いていた。義経は事件の一件を思い返しながら、古都の街を歩いていた。彼の心には、新たな事件や謎が待っていることへの期待と緊張感が混ざり合っていた。義経はこれまで数多くの難事件を解決してきたが、彼の旅はまだ終わっていない。次はどんな謎が待っているだろうか。義経は心の中で問いかけた。彼の視線は遠くを見据え、夜空の星々が彼の行く道を照らしていた。義経は再び静かな夜の平安京を歩きながら、次なる依頼を待ち続ける決意を固めた。こうして、平安京の巻物騒動は幕を下ろし、藤原家の未来は守られた。源義経の名は、再び都の人々の間で語り継がれることとなった。彼の洞察力と引用術は、今後も数多くの人々を救うことであろう。義経の旅はまだまだ続き、彼の探偵としての使命もまた終わることはなかった。